ジジイ論の詳細が発表されたぜ。じゃあこんにちは、パルと申します。本日12時、昨日にはなかったお知らせ、ジジイ論のお知らせが追加されておりましたので、皆さんと一緒に確認していきたいなと思います。もうすでにジジイ論が出現するポケモンピックアップウィークドラゴンボリューム1に関しては別で解説考察の動画をアップしておりますので、そちらもご確認ください。ラティオスと心の雫のお話だったり、ミニロードマップのお話だったり、昨日はね結構情報がたくさんありましたので、落ち着いたタイミングでね動画見ていただけたらなと思います。結構ね知らないと損する系の情報もちょいちょいありましたので、ご一読いただけたらなと思います。そんなわけで今回もイベントについてはねお話ししてしまっているので、ほとんどジジイ論の予想みたいなところがメインになってくるかなと思いますけれども、ぜひとも最終的には皆さんの予想もお教えいただけたらなと思います。それではお知らせ、新登場ジジイ論見ていきましょう。リサーチャーの皆様が睡眠リサーチを続けてきた影響か、特定のフィールドの近くでこれまで出会えなかったポケモンの姿が見つかったという報告がありました。そろそろ睡眠リサーチでも出会える日が来るかもしれません。新たに出会えるポケモンジジイロンドラゴンお楽しみにということで、ドラゴンピックアップウィークで出現するということで、ドラゴンだろうとは思われていたんですけれども、もともとノーマルドラゴンタイプのジジイロン、このポケモンスリープではドラゴンタイプのポケモンとして登場してくれることになりました。木の実のエナジーが非常に高いドラゴンタイプなので、どんな能力の調整になるのか、後ほどもね含めて予想していきたいなと思います。もともと結構足が遅めで特殊攻撃力が高めみたいな、それ以外は平凡な感じの能力値をしているかなというジジイロンなので、ちょっとねその足が遅めというところがね能力にいい感じに反映されてくるんじゃないかなと思いますね。ということで新たに出会えるポケモンの情報です。出現開始する日時は2026年5月25日15時からとなっております。ドラゴンピックウィーク初日の15時から登場してくれます。該当のポケモンのお香は上記日時から使うことができますとなっておりますので、最速でゲットしたい方はお香を使うしかないという状況かなと思うんですけれども、のんびりでいいよっていう方はラティオスイベントでジジイロンのお香を使ったりだとか、後々に持ち越すのもいいね手段になるんじゃないかなと思いますのでご検討ください。そして出現するフィールドはすでにねピックアップのところで触れられていたので、これは分かっていたんですが、若草本島、ラピスラズリ湖畔、アンバー渓谷、若草本島 EX の4フィールドということになりました。ということでおそらくなんですけれども、ラティオスイベントもラティアスリサーチと同じくこの4フィールドでの開催になるんじゃないかなと思っております。おそらくこの4フィールドになるんじゃないかと思うので、今からのフィールドボーナス上げなんかはちょっとねこの4フィールドを意識してみるといいかもしれません。そして出会える睡眠タイプはジジイロンウトウトとなっておりまして、ドラゴンタイプのいつものやつって感じですね。おじいちゃんなのでね、もしかすると眠りも浅くなっているかもしれないというところを考えても、ウトウト以外にはできなかったのかなと思います。これによりラピスウトウトだったりアンバーウトウトがまたしても薄まってしまうというところになっているんですけれども、一応ね夏のフィールド調整が入るよというお知らせはされているので、そこでも新しくね追加されたポケモンということもあり、出現フィールド的にももともとドラゴンが多いと言われていたラピスとドラゴンタイプの本拠地というべきかアンバー渓谷と減らされないんじゃないかなと、出現フィールドは減らされないんじゃないかなと思いますし、言うてもジジイロン無進化のポケモンなので、フレンドポイント16の眠気パワークソデカドラゴンになるんじゃないかなと思われます。なのでね初心者でジジイロンに枠を取られちゃってミリリュウに全然会えないよみたいなことにはねならないんじゃないかなと思うので、あんまり心配いらないんじゃないかなと思います。何かの間違いでね樹海超えの眠気パワーになってくれた場合、そのうちラピスウトウトの最終枠に入ってくる可能性もあるんじゃないかななんて思うんですけど、最近本当にアンバー御三家が未だに最終枠に入っていなさそうだったりとか、アンバー御三家、アンバー渓谷追加以降最終枠の更新が行われていないっぽいので、なんなら本当に入っても年末とか次のフィールドが来るまでとか最終枠の更新を行われてなさそうなので、その辺もあんまり関係ないのかなと思います。結果的に結構眠気パワーが稼げるようになってからじゃないとジジイロンは頻繁には出会わないポケモンという立ち位置になるかなと思います。もし最終的にねジジイロンの性能が気に入ったよという方は、特にこの
ドラゴンピックウィークしっかりと狙っておかないと後々出会うのはなかなか難しくなりそうな気がします。そんなジジイ論なんですけれども、ここでページが終わっているということは、そうですね、スキル、メインスキルは既存スキルを持ってくるものとほぼほぼ確定したかなと思います。スキルは既存スキルになりそうです。フレンドポイント16のポケモンって昨今かなり強めのスキルを備えていることが多いかなと思います。かつてはね、それこそカイロスとかアブソルとかエナジーチャージ S ランダム版とかを持ってる、カイロスに至ってはエナジーチャージ S 固定版でしたっけねみたいな感じで、あんまり強くはないスキルを持ってる子たちもいたんですけれども、その子たちもなんやかんや調整が入りまして、一応強力めなスキルを持っているという特徴付けがされているような感じがするので、ジジイロンも例に漏れず強力なスキルを持ってるんじゃないかなと思います。でもね、ちょっと考えてみたんですけど、なかなか予想がつかなくて、そもそもジジイロン回復系っぽい、なんかサポーター系なイメージもあんまりないんですよね。自分で特殊攻撃力を生かしてなんか押していくポケモンっていうイメージがあるので、あんまり回復系でもないのかなと。でもおじいちゃんなのでサポート系でもおかしくないのかなっていうところなんですけど、一応ね、そのヒーラー系の回復系のスキルだった場合、ラティアスと被る部分も若干出てくるかななんて思いますし、火力系のシンプルな火力系はオンバーンがすでに追加されているよということになっていて、料理系になってくると鍋拡張はボーマンダがすでにいたりとか、ドラゴンタイプなんですけど、で元気チャージはね、ちょっとおじいちゃん元気チャージするのも厳しいんじゃないかなみたいな。いや、もちろん元気チャージしてほしいですし、ジジイロンならできそうなんですけれども、すでにチルタリスもカイリュウもいるよということなので、ついにヘラクロス以降音沙汰が全くなかった食材アシストとかが来る可能性は若干あるのかななんて思ったりはしてますね。で、食材セレクトも3度追加直後になっていまして、このタイミングで来るんだったら私 B アボカドがあり得るんじゃないかなと思っているので、食材に関してはそこアボカドが入ってくる食材セレクトってなるとイワパレスと被りかねないよなみたいなところもあったりで、若草はもちろんラピスでも登場するポケモンになるので、スキルポケモンじゃなかったとしてもイワパレスをね食いかねないポジションに実際はねゲットしづらいのでポジションが被るってことはないと思うんですけど、個性的な意味合いでねこうイワパレスを食いかねないような感じにはしてこないんじゃないかなと思うので、あとなんでしょうね、料理チャンスうわくみたいな感じになったりしますでしょうか。そんな感じで何かしらの既存スキルを持ってくることがほぼ確定となったわけなんですけれども、結構全然予想つかなかったので、皆さんの予想をお聞かせいただきたいなと思います。で、ジジイロンの能力に関してなんですけど、もともとが鈍速高火力めなポケモンなので、結構ね足は遅くなりそうなんですよね。というかこれまでのドラゴンタイプのポケモン結構足が速い子たちが多くて、木の実エナジーがダントツで最も高いのがドラゴンタイプのヤチェの実ということになっているので、結構足遅くしないと食材とかスキルの能力を強めに割り振れないんじゃないかなと邪推はしてますね。なのでミカルゲっぽい雰囲気になるんじゃないかなと予想してみようかなと思います。でね、このジジイロンの色緑色と白ということで、アボカドとかネギのポケモンになってもおかしくないのかなみたいな予想をちょっとねしておこうかなとは思います。そうなるとね、ネギの食材セレクトとしては入ってくる可能性が全然あるのかもなってちょっと思わされますね。サンドがねかぼちゃ持ってきたので、もう食材セレクトに関しても何でもありだろうみたいなところもあるかなと思います。ただしね、食材のシンプルな予想もねなかなかつかないんですよね。結構鈍足にしても木の実は強くなっちゃうので、食材そこまで強くできるのかって、ミカルゲほどでキノコぐらいの強さにするのはちょっと難しいんじゃないかななんてふんわり思ったりはします。で最終的にパルの予想なんですけれども、最近スキル得意のポケモンが結構多く追加されているというところで、メインスキルレベル上げづらいよねっていうのはね運営さんも課題として認識してくださっているということでしたし、ドラゴンタイプは木の実のポケモンがすでに2匹おりますね。チルタリスとボーマンダで、食材得意はカイリュウしかいないという状況なので、一旦食材得意のフレンドポイント16無進化ポケモンで予想してみようかなと思います。で、第2食材アボカド
フレンドポイント5でゲットしやすいポケモンがもちろんめちゃくちゃ嬉しいんですけれども、ミカルゲみたいな感じで一旦ちょっとねそこから予想してみて、B アボカドにする場合3つにするパターンだと A 食材のエナジーが結構下がる可能性もあるのかなと思ってたんですけど、 A コーンとかもあるんじゃないかなと思っていて、言うても A コーンのポケモンってキュアワ、ヌイコグマぐらいしかいなかったりするので、コーンはねドラゴンタイプでいうと海竜と被っちゃうんですけど、最近追加がなかったよってところで、例えば A コーン、 B アボカド4つで C アボカドも多分6つになりますね。でアボカド46にしておくことによってなんやかんやフライゴンとの差別化みたいなところも図りつつみたいな、あとは色的にネギもあんのかなみたいなね、そんな感じで、わけも分からず A コーン、 B アボカド、 C ネギC ネギだとミカルゲと被ってるんですけど、なんかそんな感じで予想してみようかなというところでありますね。ネギのポケモンも本当にカモネギ追加からおよそ1年、食材のポケモンとしてはミカルゲぐらいしか触れられてきてなかったのかなというところですし、今もなかなか活躍のタイミングがない食材になっているので、今後どうなるのかといったところでしょうか。そんなわけで一旦ねベース B アボカド食材ポケモンを予想しておくんですが、まさかのネギセレクトポケモンの可能性もあるのかななんて思う新登場ジジイロンでありました。ぜひとも皆様のねいろんな意見や予想もお教えいただけたらと思います。そんな新登場ジジイロンでした。ということでここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッドやハイプで応援いただけますと動画制作の励みとなります。昨日上げた3本の動画もたくさんねコメントやらグッドやら頂戴できまして本当にありがとうございます。とても力になってます。それではねこのジジイロンが登場してくれるポケモンピックアップウィークドラゴンボリューム1は今週木の実ウィークが終わって1週間準備の期間を経てからの開催となります。ジジイロンのお香をどうするのか、次のミニアメブーストをどうするのか、ラティオスと心の雫に向けてどう動いていくのか、いろいろとね考えなきゃいけないことたくさんあるんですけれども、皆さんとジジイロンとの素敵な出会いがあることを願っております。今日も元気にいってらっしゃい。またね、バイバーイ。